ロイヤルブルーコーヒーのバリスタの豊です。本日は僕が普段飲んでるコーヒー豆をいくつか紹介したいと思います。もちろん僕は美味しいと飲んでるんですけども、僕の美味しいと感じるものがあなたの美味しいというわけではないので、あくまでも参考にしていただけたらなと思います。まず気にしていることをいくつか挙げるとすると、鮮度を気にしてます。あと、飽きが来ないことを気にしています。それと、美味しさを追求してますね。では、それぞれどんなことかというと、鮮度というのは、コーヒー豆って生鮮食品だと考えてて、もちろん一年中ずっと収穫できるかというとそうではなくて、1年に1回もしくは2回しか収穫はできません。なので、その年の収穫のものをできるだけ仕入れるようにしてますし、焙煎してからの鮮度っていうのも大事ですね。だいたいそうですね、2、3週間以内のものを飲むようにしてます。もちろん自分で焙煎してるからできることではあるんですけども、新鮮な豆なほどやっぱり美味しく感じることができると思います。香りも飛んでませんからね。で、飽きが来ないっていうことなんですけども、毎日同じものを食べてるとやっぱり飽きが来るというか、その中で変化させることで、より美味しく飲み続けることができるんじゃないかなと思ってます。で、美味しさの追求なんですけども、これは焙煎の方法を変えたり、同じ浅入りでもゆっくりと火を入れてみたりとか、高火力で一気に焼いたりとか、あとはミックスさせたもの、あとは入れ方に関しても普通にハンドドリップ入れるのだけではなくて、ドリッパーを変えてみたりとか、いろいろ毎日美味しさの追求はしてます。どのようにすれば自分の好みの味に近づくことができるかっていうのを研究してます。じゃあ実際に具体的にどんなシチュエーションでどのような豆を選択しているかってことなんですけども、まず朝なんですね。ちょっとすっきりしたというか、あんまり味の濃いものよりかはちょっとすっきりと飲みたいので、ウォッシュドを選んでいる時が多いですね。昼過ぎは少し個性的なコーヒー豆を選んでいるようにします。生成方法がナチュラルであったりとか、コスタリカのレーズンハニープロセスっていうのがとても個性的なので飲んでます。で、そうですね。たまにラテを飲むことがあるというか、ラテアートの練習をするために少量のラテを入れることがあるんですけども、その時に先ほど紹介したコスタリカの特殊製法の風味の強いものを選ぶことによって、僕の感覚ではよりベリー系の香りが楽しめるような雰囲気ではありますね。なのでちょっと個性的な豆をラテにするようにしてます。ミルクに負けないような香りがとても楽しめるので。はい、それでは豆の紹介を少ししていきます。興味ない方はスキップしても構いません。ちょっとカンニングしてもらいます。はい。朝飲むと言ってるエチオピアのウォッシュドなんですけども、名称がエチオピアイルカチャフェミスティバレーアリチャウォッシュドです。これはですね、エチオピアのイルガチャフェという地方の中のゲデオという場所なんですけども、ミスティバレーというのは霧が多い谷という意味ですね。で、アリチャ村ですかね、これは。アリチャというエリアで収穫された生成方法がウォッシュドの豆になります。標高が2100から2300メートルで結構高いですね。品種が74110と74112という数字なんですけども、これは原生種と言われる品種になります。で、等級は G1 ですね。で、紹介文書。これは業者さんからの紹介文書になりますけども、霧が立ち込める山谷に位置するアリーチャ村。まるで谷間に隠された宝箱のような場所で、処理場の敷地は 2.5 ヘクタール。つまり 2.5 個のサッカー場に相当する広さを誇ります。この地で栽培処理されるコーヒー豆は優雅に輝きを放ち、細心の注意を払って育まれています。ここで生産されるウォッシュドプロセスの豆は繊細な香りと優れたクリーンカップが特徴で高い評価を受けています。アリーチャ村は霧に包まれた森林地帯に位置し、その風景は目を張る美しさです。まるで霧の海に浮かぶ
森林の島を見下ろしているかのような光景です。この霧深い山谷は夜になると極寒となり、昼夜の気温差が非常に大きいのが特徴的です。この環境状況により、昼間はコーヒーの木が光合成を行い、多量の炭水化物、つまり糖分を生成します。一方、冷え込む夜間は呼吸が抑制され、わずかな糖分しか消費しません。この昼夜のサイクルにより、コーヒー豆には非常に多くの糖分が蓄積され、さらにこの優れた地理条件によって風味や甘さが一層に引き立てられています。いや、聞いただけでものすごいよだれが出そうですね。甘みが凝縮されている豆ですね。ウォッシュドなので、僕も飲んだ時もすっきりしている中で深みのある味わいがある、しっかりとした味わいがあるコーヒーだと思っているので、毎日飲んでも飽きがきにくいですし、ちゃんと深みのある味が味わえるので、好んで飲んでいる豆の一つです。続いて、コスタリカカネットミュージシャンシリーズモーツァルトレーズンハニープロセス。エリアはタリズというところでして、カネット農園で栽培されているミュージシャンシリーズ、モーツァルト以外にもバッハとかショパンとかあるんですけども、僕はモーツァルトが気に入って飲んでます。標高は1800から1900メートル。先ほどのエチオピアよりも若干低いですけども、それでも十分な高さだと思います。品種に関してはカトゥーラという品種ですね。で、等級が SHB。これは中南米でよく使われる等級の表示方法で、豆の大きさを表します。で、生成方法がレーズンハニープロセスです。豆の紹介です。カネットはコスタリカ・タラス地域のコーヒー栽培地で最も標高の高いエリアに位置しています。この地域はコスタリカでも果実の栽培が最も盛んな地域で、農園主は主にパッションフルーツを栽培しており、コーヒーの生産量は非常に少なく、特定のエリアのみ栽培されています。コーヒーは特別な手入れを施され、完熟した赤いチェリーだけを摘み取っています。レーズンハニープロセスは一種の二重発酵を伴うハニー処理と言います。まず、コーヒーチェリーをレーズンのような乾燥状態になるまで天日干しをし、その後果肉を除去し発酵させます。この方法は他のハニープロセスと比べてペクチン保存量が多く、発酵由来の風味がより豊かになる特徴があります。100% ペクチンハニー処理によって本当にレーズンのような風味を引き立てます。この処理法は非常に甘さが際立つ仕上がりとなり、赤ワインのような口当たりとバランスの取れた酸味を持っています。発酵の風味がより濃厚で、他のハニープロセスよりもペクチンの保存量が高いから際立っています。はい。このモーツァルトレーズンハニープロセスなんですけども、その生の豆の状態からものすごい香り高い豆で、焙煎した後でも香りがものすごい残っている豆の一種ではあります。なので、先ほども言いましたけども、ラテにしても風味がミルクに負けない味わいとなっております。なので、ちょっと特殊な豆が飲みたいなという時に、ちょっと味わい、口が寂しいというか、デザートと一緒に食べたりとか、ラテにする時とか、ちょっと味の濃いコーヒーが飲みたい時に飲むコーヒー豆ですね。で、今後狙っていきたいというか、飲んでいきたい豆なんですけども、入手しやすい豆から言うと、エルサルバドルという国のコーヒー豆が、品種率が結構高いというか、美味しさがあるということなので、買って自分で焙煎してみたいと思います。実はもう買いました。で、焙煎もこれから、どの焙煎度合いがいいのかっていうのを、試行錯誤して美味しく飲んでいきたいと思います。そうですね。他にまだ手に入れてない、習っている豆はいろいろあるんですけども、例えば日本のコーヒー豆。実は日本の沖縄にもそのコーヒー豆が栽培されてて、それを飲んでみたいと思ってます。で、できれば生の状態で入手して自分でいろんな焙煎をしてみたいなと思っています。それ以外にそうですね、ブルーマウンテンとか、あとはジャコウネコの豆ですね。そういった高級豆も少量でいいので、生の状態で入手して自分で焙煎してみたいとは思っています。あと一番気になるのは、パナマのエスメダル農園さんの芸者の豆は一度ちょっと飲んでみたいなとは思っているので、機会があればちょっと飲んでみたいと思います。で、飲んだ感想はまた動画にできたらなと思っております。
本日は個人的な感想にはなるんですけども、僕が美味しいと思っている普段飲んでるコーヒーを紹介できました。他にもね、いろいろ豆はあるんですけども、今この時期に楽しんでいる豆をいくつかご紹介させてもらいました。あんまり多いと動画がものすごい長くなってしまうので、また豆の紹介は、ホームページを見てもらったり、オンラインショップを見てもらったら、様々な豆があるので、ぜひ見ていってください。で、もし気になる方は、ぜひ買っていってください。概要欄にリンクでも貼っておきます。それではまた次回の動画で会いましょう。もし、この動画が参考になったり、楽しんでいただけたら、ぜひ、いいねボタンを押していただけると、すごく励みになります。そして、チャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。